こんにちは、コスケです。今回は北海道で自然を楽しむ人の天敵、ヒグマを見に行く車中泊旅です。クマも利用しそうな無料のキャンプ場を何か所かチェックし車中泊。翌日は日本最大の動物、エゾヒグマを間近で見てきました。今日は北海道の大自然に生きる動物の様子をご覧ください。それではこれからヒグマに会いに行こうかなと思います。で、明日ヒグマのいる場所に行くんですが、今日は新得町の青い滝を見に行きたいなと思います。冬はとても綺麗な凍った青い滝なんですが、今年も行きましたよね。なんですが、夏どうなってるのか気になるので、それを見に行こうかなと思います。それでは出発したいなと思います。だいたい青い滝までは200キロちょっととなっています。今雨降ってるんですが、午後から晴れると思うので多分大丈夫でしょう。ではまずは道東十勝に向かいましょう。今日は時間もあるので高速ではなく下道走って狩勝峠通ってゆっくり行きましょうか。そろそろ狩勝峠の頂上付近じゃないでしょうかね。ここかな。せっかくなんで寄っていきましょうか。おー、寒いね。天気はまずまずでしょうかね。向こうの方は晴れておりますが、上はちょっと雨雲があるね。こっからは十勝平野が一望できますね。気持ちいいね。でもやっぱり紅葉はまだちょっと先っぽいね。でここから峠越えると新得町に入るんですが、今回行く熊を見に行く場所というのがこの新得町のサホロリゾートベアマウンテンなんですよね。明日行きます。でこれから行く青い滝がこの戸村牛あたりなので、ここも新得町だよね。では戸村牛の青い滝を目指して行きましょう。それでは参りましょう。こっから新得町ですね。この右側に十勝ダムキャンプ場があるっぽいね。いや雨降ってるからちょっと今日は微妙かな。ここ無料で使えて車中泊もできるキャンプ場の一つです。うわー気持ちいい。ここ紅葉始まったらもっと気持ちよさそうだね。で下はもうダムの貯水、湖ですよね。東大雪湖がこの下にあります。もう戸村牛に入りましたね。多分そろそろ入り口に到着すると思います。どこだったかな。通行止め。ちょっと行ってみましょうか。ここ冬はゲートがついてるね。そうそう、車は通行止めなんですけど歩いては行けるんだよね。ちょっと待ってね。ちょっと行ってみましょうか。さあでは行くんですが、天候がちょっと熊の出そうな天気ですよね。ヒグマ出没注意。6月28日に曙橋、ここの橋が曙橋なんですが、周辺で熊が目撃されています。青い滝の見学などで入山される際は細心の注意をお願いします。徒歩での入山は危険なのでご遠慮願いますと。行けないんだ徒歩で。いやーダメだったね。ちょっと徒歩では行けないみたいですね。冬だと熊冬眠するんで問題なく行けるんですが、ちょっと今は危険なのでダメっぽいですね。
見に行きたかったね。せっかくここまで来ましたが戻りましょうか。でもここ紅葉が進んでいくともっと綺麗になりそうだよね。またそのうち来てみたいなと思います。ではここから少し戻ってさっきの十勝ダムキャンプ場に行ってみましょうか。ここで車中泊するかどうかは行ってから考えましょう。だいたい30キロぐらい先でございます。そろそろキャンプ場に到着すると思います。この右下の方だよね、キャンプ場は。さあどんなところなんでしょうか。多分人はほとんどいないと思う。あ、ここだ。十勝ダムキャンプ場運動公園がこの先にございます。ちなみにここは予約不要で無料で利用できて、で車中泊も可というキャンプ場ですが、ペットは NG なのでパンちゃんは連れてこれないっていう場所なんですよね。どこだろう。ここかな。多分そうだよね。でトイレもあって気持ちいいね。でようこそ十勝ダムキャンプ場へ。ダムには登らないでくださいゴミは持ち帰りですね。でここに炊事場がありますよね。10月の末まで確か利用できるはずでございます。ほんと目の前にダムがあるね。あの向こう側はすぐ水が溜まってるところなんで、こんなダムの近くに、あ、リスだ。行っちゃった。ここにもいるあの木の根元あたりに両手で木の実を食べてるリスがいますね。尻尾ふっさふさですよ。食べるのに夢中で気づいてない。おおそんな勢いで木登れるんだね。めちゃくちゃ自然豊かなとこだね。すいませんね、邪魔して。いいキャンプ場でございますよ。しかもテント張れるところはめちゃくちゃ広いね。ここが無料で利用できるっていうのはありがたいね。人もいないし。ただし人だけではなくクマも利用するキャンプ場でございます。テント張る場合は車まですぐ逃げれるようにしてテント張った方がいいかもね。ここのおすすめは車中泊かな。車の中だと安全だと思います。でここで車中泊してもいいんですが、買い物してないんだよね。この辺コンビニとか多分全然なくて、ちょっと買い物しつつ次のキャンプ場も行ってみましょうか。次は佐幌湖キャンプ場かな。そっちは人いるんじゃないかな。ではこの次は22キロ先の佐幌湖キャンプ場に向かってみましょう。途中買い物できるとこあったらそこに寄って行きたいですね。あ、ここだね、佐幌湖。ここを右に曲がりましょう。おーっと、思ったよりも人が多いね。ここが佐幌湖キャンプ場ですね。キャンピングカーも止まってます。
雨降ってきた。当然だけどここもクマが出るね。わ、すごい広いキャンプ場だね。めちゃくちゃ気持ちいいし綺麗に整備されているキャンプ場だと思います。湖とかは見えないんですが、綺麗なところだね。炊事場とかトイレはあそこだね。あの三角のが炊事場で、こっちがトイレだと思います。ここも予約不要で無料で利用できて、車中泊もできるキャンプ場なんですが、ペットは NG なので、パンちゃん連れてるときは利用できないですね。あと、今気づいたんだけど、電波がないね。ドコモは電波がなく、なんとか電話はできるけど、ネットは使えないという状況です。なので、僕ちょっとメール返信したり仕事もしたくて、電波がないのは厳しいので、カリカチ高原キャンプ場に行きましょうか。ここから7キロぐらいの、直線距離だとほんと2、3キロの近いところにあるキャンプ場です。多分こっちは電波あると思います。それでは行きましょうか。結局、気になっていたキャンプ場3つ全部巡る感じになっちゃうね。さあ、カリカチ峠に戻ってまいりました。で、カリカチ峠の今ここ4合目でしょ。4合目から入る、あそこだ。ここだね。カリカチ高原キャンプ場って書いてます。ほんとカリカチ峠の途中に中腹あたりにあるキャンプ場みたいだね。ここだね。カリカチ高原キャンプ場って書いてますね。受付があるっぽいので、どこだ。人がいないね。なるほど。ここを利用する方は総合体育館入り口で受付をするみたいだね。このすぐ向かい側だと思います。多分総合体育館ってあれだよね。でかい。さあ、受付してまいりました。一応利用者名簿みたいなのに記入してから利用するみたいだね。料金は無料でございます。ここのキャンプ場は、ホテルとかも近いので、クマは比較的出にくいかもしれないね。なかなか広いスペースのあるキャンプ場でございますね。カリカチ峠5合目の無料のキャンプ場です。条件的にはさっきの2つのキャンプ場と一緒で、犬はダメなんですが無料で利用できる車中泊可のキャンプ場となっています。ここ炊事場ですよね。電気もついてるんだね。で、この部分に車を止めることも可能みたいだね。さあ、それではご飯にいたしましょうか。よっと。せっかくキャンプ場なのでご飯は外で食べましょうか。いや、でも北海道は本当車中泊ポイントがたくさんあっていいよね。じゃあいただきます。鶏ネギ塩焼きそばかな。じゃあいただきます。北海道だいぶ涼しくなって虫もぐっと減りましたね。なのでキャンプとかはかなりしやすくなっていると思います。さあ、それでは寒い。日が落ちてきたら本当一気に冷えてきたね。風も強いのでそろそろ車に戻ろうと思います。
それではもう寝ましょうか。ちょっともう寒いかもしれないので電気毛布入れてみましょう。さあ布団の準備もできたので、明日いよいよメインのヒグマ見に行きましょうか。それではおやすみなさい。おはようございます。また昨日みたいな天気だね。太陽が出たり雨が降ったりという感じで、この後ご飯食べてベアマウンテン行きましょうか。雨は降ってるんですが、ちょいちょい晴れ間も見えてるので、多分現地着く頃には晴れてくれるんじゃないでしょうかね。それでは朝食にいたしましょうか。で、今日の朝ごはんなんですが、昨日新得町の戸村牛で買った戸村牛さんの鹿肉を使ったカレーでございます。ここに書いてますね。北海道新得町戸村牛産エゾ鹿と群馬県のリンゴを使ったカレーみたいだね。よっと。昨日買ってきたチキンカツがあるので、これも温めて途中からチキンカツカレーにしましょうか。じゃあ早速いただきましょう。なんかこう野菜とか果物をミキサーにかけてスムージーにしたような、そんなとろみのあるカレーだね。じゃあいただきます。やっぱり果物、そっか、リンゴ入ってるんだ。すごい果物の味がしますね。果物の甘さと酸味が適度にあって美味しい。レトルトカレーとしてはかなり美味しいと思います。うまっコーヒーのいい香りがしますね。ではいただきます。じゃあ少しゆっくりしたらベアマウンテン向かいましょうか。太陽は出てますね。さあそれでは向かいましょう。天候も回復いたしました。あったあそこですね。ベアマウンテン、久しぶりに来ましたね。では今日はこのベアマウンテンでヒグマをじっくり見ていきたいと思います。冬はスキー場みたいだね。さあそれではサホロベアマウンテンオープンしたので行ってきましょうか。チケットはここでも買えるんですが、アソビューというサイトでも買えて、そっちで買った方が安いんだよね。では行きましょうか。でチケットはそこかな。こちらで近くで見るのが遊歩道で、はい、バスだとサファリバスであゆサファリバスで、園内クマを探しながら20分かけて回ります。というわけで今日はバスで回って、その後少し歩いて見るということにいたします。バスはあれですね。あのバスに乗って園内を回ってクマを見るというものになっています。ちなみにこのバスに乗るためのチケットは入場料とはまた別になっていて、僕今回ネットでは
入場券プラスベアウォッチングバスのチケットを買っています。ネットで買うと 20% 割引なのでちょっとお得なんですよね。おはようございます。おはようございます。待っていってもらっていいですか。乗っても大丈夫ですか？はい。どうぞ。バスは 2,30 分おきに出るっぽいね。おお、ちゃんと下の方は鉄格子があってクマが入ってこないようになってますね。ここにクマの写真があるんですが、結構クマって長生きなんだね。あっちの幸田浩二キャンタは31歳。クマって長生きなんですね。そうですね。30歳以上まで生きているクマもいます。あ、そうなんですね。ちょっと野生のクマの場合はね、はい。わからないですけど。了解、ターン1、2番ゲート開けてください。了解、2番ゲート開けます。写真写すのは自由ですので、大きい窓はね、内側フィルム貼ってあって、ちょっと自分の影とか反射して写るので、もし写すんでたら、ここから写してもらっても構いませんので、おお。ちょっと小雨模様で、雨の雫が降ってくるかもしれませんけれども、これから見てもらう熊、登別熊牧場から来ているオスの熊ですけれども、自然の山の中で生活をしている様子をご覧いただきます。だから進行方向の左側、コンクリートの壁のところ、遊歩道の出入り口なんですよ。で、この壁を利用して、ヒグマと他の動物との比較であります。面積は15ヘクタールあります。東京ドーム 3.2 個分、札幌ドームですと 2.8 個分ぐらいの広さになっています。今日これから見てもらうクマはエゾヒグマといって、国内では北海道だけに生息しています。そしてヒグマの日常の生活ですけれども、日中に関してはベアマウンテンのクマたち、野生のヒグマ、安心できる場所でのんびり昼寝をしたり、餌があると餌を食べたり、活発に動き回っているクマがいるんですよ。さっきいましたよ。すごい。本物のエゾヒグマです。今止まりますのでお待ちくださいね。このクマは17歳、鉄郎というクマです。体重は350キロ以上あります。ヒグマは目はあまりよくありません。近いものとか動くものよくわかると言われています。その代わり耳で遠くの音よく聞こえますし、嗅覚、鼻で匂いを嗅ぐ力は犬の7倍ぐらいと言われていてね、非常にね、嗅覚は優れています。こうしていてもね、顔を上げて耳も動いてます。常にね、周りのことを気にしているんですよ。後ほどね、順を追って説明していきますね。はい、それでは動きます。赤ちゃんは1月下旬、2月ぐらい、母親冬眠してる間に生まれます。大きさは体長が25センチぐらい。四つ足の状態で親熊、太鼓といって回しの足元から肩までだいたい1メートル20センチぐらいあるんですよ。今食べてる餌はね、ドッグフードなんです。日中おやつ程度の量、茶色っぽいのはドッグフード、あと黄色っぽいのが目につくと思います。これね、デントコンといってトウモロコシの実、牛の餌になりますけれどもね、潰して乾燥させたもので、こういった購入飼料になりますデントコンの実ね、皆輸入物です。国産のものはだいたいこのクマの毛を見てもらいたいんですけど、夏の毛はね、短くて硬くて、あと艶があるので、クマによっては天気がいいとき、毛がね、太陽の光などで光って見えるクマがいます。冬の毛は冬の寒さから身を守るために長めで柔らかいふわふわしたような毛で覆われています。建物、クマたちの家です。日中工事は
もらって食べていました餌、ドッグフード中心におやつ程度の量をもらっているんですけれどもね、夕方家に帰ると1日1回楽しみにしているまとまった餌、部屋の中でもらいます。はい、前の方にいますよ。おお、でかいですね。はい、400キロぐらいあると思います。運がいい時はこうやって近い距離で見れるんですよ。近い。このクマは15歳のニット、双子の爪見てもらえますか。非常に太くて長い爪を持っています。前足の爪ですと長いのは5センチから8センチぐらい、後ろ足の爪でも4、5センチぐらい長さがあります。人間頭殴られたらそっちだそうです。OSO18、ね、数多くの牛を襲いましたけど、落ち出すホルスタインのメスの親牛ですと体重が650キロ以上あります。一たたきで倒しますし、帯広市で毎週週末ですか、万栄競馬開催中です。来てもらえますか。死に物狂いでね、2年ぐらいの間子育てをしていると言われています。このクマは31歳のキャンタです。人間年齢93歳、体重は350キロを超えています。若い時はね400キロを超えていた年も何度かありましたけどね、最近はちょっと高齢なので今年も400キロを超えるかどうかっていうところですかね。この車にこうガーってくることはやっぱないんですか。それはないです。クマ自身バスのことはもう安心しています。そういうことですよね。バスがクマを追いかけたり体当たりしないっていうことを分かってますからね、あると思います。もうこれはクマを守るためでしたし、自分の身危険だと感じた時はね、相手が何であろうが攻撃してくると思います。ベアポイントに行ったら、ね、山でクマに出会った時の対処方法などね、例をもとに何種類か書いてあるのでご覧ください。言ったら動きます。それではバスこれからベアポイントというところへ向かっていきます。で、遊歩道からクマ探すと何頭か今最後に見たキャンタも見えますし、最初に見た帰りはぜひ遊歩道ご利用ください。自動販売機の隣に展示して、このねバスの左側にもね展示してあります。ここには赤ちゃんの模型置いてありまして、小さく生まれる理由、イラストなどでね分かりやすく書いたものを展示してありますのでご覧ください。ありがとうございます。いやいや、すごかったね。遊歩道を歩いてここからは戻りたいと思いますが、展示室があるのでそっちを見てから行きましょうか。ちなみに今の現在地ですが、ここですね、さほろっていう書いてあるところが今いるポイントでございます。だいたい北海道の中心あたりだね。北海道におけるヒグマの分布、ほぼ全域でございます。でクマはあまり目が良くないらしく、その代わり嗅覚は犬よりも優れているらしいですね。であとは耳もいいということで、鈴をつけてるとクマが人間の存在を遠くから気づいて、離れていくクマは離れていってくれるということみたいなので、人間の存在を知らせる何かは持って歩いた方がいいよね、北海道は。近いですね。近いです。おお、なんか食べてますね。スイカ。スイカですね。でかい。はい。この子は皮ごと食べちゃう子です。あ、皮は食べない子もいるんですね。かなり変色あります。個体差が。そうなんですか。個人差がおお。これガラスなしで出会ったら恐怖ですね。恐怖でしかないですね、この大きさ。なかなか会うことはないと思いますが、この大きさで。怖い。
12歳のレラと言います。でか。大きいです。上にちなみにいるのがホルトといって13歳の男の子ですね。本当だ。はい、ここはね仲良しなんです、2人とも。へえ。お、来た。キャンパスから来たけど大丈夫？お、また来た。キャンパと言います。31歳のクマになります。なかなかちょっとまだ可愛いクマなんでみんな見せていっちゃいますが。50センチぐらいですね、距離が。そうですね、本当にピンピンです。もしよければここ多分別っぽいなので。うわー、これは近い。毛が硬そうですね。そうですね、はい。硬いです。猫や犬と違ってごわっとしてます。そうですよね。しかも本当好きなようにある程度好きなように動いているので。こんな近くただ来てくれてもその愛を受け止めきれないんです。巨体で。ここに結構じゃれ合います。あ、いい。おお。このままじゃれ合うんじゃないかな。やっぱり野生のクマよりは穏やかなんですよね。全然違います。全然違いますね。全然違います。別物と考えていただいてもいいぐらい。はい。ただポテンシャルはね、当然持ってますし、同じですので、彼女ですので。これもヒグマの最大クラスの大きさそうですね。ですよね。ただこのレラっていう子のお父さんニットっていうんですが、この子のお父さんニットを持ってるんです。あ、そうなんですか。はい。へえ。すごい。入走りかった。すごい丁寧。丁寧に入ってきましたね。ザブンとはいかないんですね。ただお気に入りなんです、丸太というか。なるほど。それをちょっと持っていこうかなって。投げて遊んだりもします。へえ。強いクマが来ると今みたいにやっぱり後ずさりでクマと交代します。そうなんだ。はい、背中向けません絶対。結構体の割につぶらな、かなりつぶらな瞳なんですが、はい。動体視力がかなり発達してまして、犬と同じですね、動くものを追うんですよ。なるほど。クマと出会ったら急いで逃げたらダメっていうことですね。もうアウトです。それが敵とか味方じゃなく動くものに追ってしまいます。なるほど。本能です。で背中を見せた瞬間にクマも襲います。クマ同士もそうです。あ、そうなんですか。絶対背中見せないように生活してます、この子たちは。メスグマ、相手がトラックでも向かっていくぐらい、かなり土手本能強いです。そのために鈴とかをつけて事前に人がいるっていうのを知らせるっていうことですよね。できるだけ合わないように。で相手も会いたくはないので、はい。避けてくれます。ご飯が来た。これからの冬ごもりに向けてかなり上がってきて食欲が食べてもなんです今。レジントに食べたい時期です。一頭は遊びたそうですね。おお、すごい。肉球ってついてるんですか？ありますありまあ、そうなんだ。す。足裏もなんかプニプニしてそう。扁平足気味なあ、そうなんだ。足の裏なんですが、つま先からかかとまできっちり地面につきます。へえ。なので上手に立ち上がることができます。まさにこんな感じです。クマがいるところすべてに水辺が近かったと思います。おお。あ、トウモロコシが来たんだ。上手に皮も引かれるんです。
上にすることができないんです。あ、そうなんですか。ただですね、前長いまでは上手にできますので、ああやって上手に手に挟んで、へえ、はい、あと本当長い爪を使って上手に食べます。なんかありもそうですそうです。こんなふうにいいんです。いやー、すごかったね。めちゃくちゃ間近で見ることができますよ。じゃあ最後ヒグマの展示室を見て行きましょうか。あ、クマと出会わないために、クマと人の事故を防ぐにはクマに出会わないことが一番大切です。出会わないためには人がいることをクマに知らせる。鈴やラジオですね。あとは声を出す。で、クマがよく利用する場所には近づかないと。あとはゴミや食べ物を放置しないというのが大事ですね。で、出会ってしまったら、クマが気づいてないか気づいて無視しているときはゆっくりその場を離れる。稀なケースですが、興味本位や捕食目的で近づく可能性もあるので、その場合は直ちに建物や車に対しますが、走ってはいけませんと。走るものを本能的に追うみたいですね。でもどうしようもなくなったら強気に対応していく方がいいみたいです。で、クマスプレーを持ってたら、ある程度近づいた、50メートル以内に入ったら噴射の準備をして、距離が4メートル、車1台分ぐらいですよね。であればクマにスプレーを噴射すると。とにかく一番重要なのは不意な遭遇を避けるっていうことだと思うので、鈴を鳴らして知らせる。で、極力こっちも先に発見できるようにして、発見したら離れると。それでも近づいてくるようならクマスプレーという感じになるみたいですね。で、クマが突進してきても多くは威嚇突進らしいんですよね。で、その場合は速やかに後退すると。クマスプレーの準備をして後退すると。山歩きの必需品、クマよけの鈴、そしてクマスプレー。これはカウンターアソルトですね。では遊歩道を歩いて帰りましょうか。こっちかな。あ、よく見たらあのバスタイヤもしっかりガードされてますね。園内のジープはクマの健康管理とバスが出入りするゲートの管理をしているみたいですね。もう至る所に今回ジープがあって、しっかり安全は管理されているなという感じはいたしました。観察のすすめ、見るのではなく探すです。なるほど、ここを歩きながら上からクマを探すという遊歩道になっているみたいです。で、クマが登ってこれないように返しがついてますね。ヒグマの展望台、行ってみましょうか。そういえばここで使われている車もランドクルーザーでしたね、トヨタの。やっぱりこういうボッコボコの道を走ったり防御力が高いのはランクルなのかもしれないね。あ、クマがいた。ちょっと遠いんですが、あそこの池で水浴びしてますね。さすがに見えにくいですが、今日はかなりズームできるカメラを持ってきております。あそこにいますよね。いやー、でも今日天候回復したので、この遊歩道の散歩も気持ちいいですね。さあ、ここが熊の展望ポイントですが、いない。あ、いたあそこにいますよ。見えるかな。よっと。
あそこにいますよね。あんまり動かないんだね。ここ結構園内を見渡せるポイントみたいで、探せばちょこちょこクマがいますね。おめっちゃ近くにおります。気がついたらこんなところに。水飲みに来たんでしょうかね。ヒグマは暑いのが苦手みたいなので、結構僕今日寒いんですが、それでも水の中に入っていくね。温泉に浸かるように使ってしまいました。今外気温多分15度とかそのぐらいだと思います。15度から20度の間ぐらいだと思いますが、そんな気温の中でもかなり気持ちよさそうにしております。このベアマウンテンのクマはここが安全だというのが分かっていて、でしかも食事ももらえてというのがあるので、とても穏やかみたいなんですが、やっぱり野生の山の中で出会うヒグマはこんなに穏やかではないらしいですね。潜っちゃった。ちなみにこのベアマウンテンでもクマは冬眠するので、10月下旬ぐらいまでしか見ることはできないみたいですね。10月後半になると今シーズンはもう終了ということになるようです。この秋の季節がクマ食欲あって一番活発に動いている時期かもしれないね。いろんなところにランクルが止まっていて安全の確保をしていますね。というわけで今回はこの札幌ベアマウンテン行ってきました。かなり自然に近い環境の中でヒグマを見ることができる、そんな場所だと思います。普段は出会いたくないクマですが、ここなら安全な場所から見ることができるので出会いたいなと思ってしまう、そんな場所ですね。というわけで今回の動画はこれで終了となります。いや、ヒグマ迫力すごかったね。実際の山では出会いたくないなと、そんな気がいたしました。それではまた次回の動画をお楽しみに。